んにちは、みるです。今日は風と日本語というテーマでお話をします。前回は水と日本語でした。どうでしょうか？風を使った言葉いくつ思いつきますか？追い風が吹いているとか、風通しがいい職場など、風に関する表現も日本語の中にたくさん登場します。今日はその理由3つと、風を使った表現、そしてその使い方を14個紹介します。まずは風という言葉がなぜ日本語に多く使われているのかなんですが、一つ目、自然の中で生きてきたから。これはね、前回と同じですね。水と日本語というポッドキャストでもお話しした通りなんですが、もちろん自然の中で生きているのは日本人だけではありません。はい。なんですが、今日も日本という範囲でお話をしたいなと思います。日本は山や海に囲まれた国で、四季の変化がとても豊かですね。そのために昔から人々は風の変化で季節とか天気の移り変わりを感じてきたんじゃないかなと思います。例えば、冬から春への移行期に吹く強い南風。これを現代は春一番と呼びます。これね、江戸時代、この強い南風によって漁船が転覆して多くの犠牲者が出たそうなんですね。それから、この強い南風、今でいう春一番は漁師に恐れられたそうなんですが、現代ではニュースなので、春一番が吹きました、春の到来です、と発表したり、春一番の恐れがあります、強風、落雷などに警戒してください、などと報道したりします。それから、これはすごく私の個人的な感覚なのかもしれないんですが、夏から秋への移行期の夕方から夜にかけて吹く風。これね、なんか匂いがあるんですよ。夏の終わりの風の匂い。はい。その風が吹くとね、ああ、もう夏は終わりなんだなーって思います。また来年ね、楽しかったなーなんてね、ちょっとね、寂しい気持ちにもなるんですね。こういう感じで、風の変化で季節とか天気の移り変わりを感じてきたんじゃないかなと思います。二つ目、風は空気、気配、流れの象徴。はい。日本では空気を読むという言葉がありますよね。これも実際の空気ではなくて、場の雰囲気とか人の気持ちの流れを読むという意味です。で、風もそれに似ているところがあると思うんです。風自体は目には見えません。だけど変化していくものとか移ろいやすいものを象徴しているんじゃないかなと思います。三つ目は信仰心です。日本ではね、無常感という考えがあります。無常。すべてのものは変わっていく。風もまたね、止まることなく流れ続けるものですから、ただの自然現象ではなくて、心とかね、人生のあり方を表す言葉として使われるようになったんじゃないかなと思います。では、ここからは風を使った言葉14個、そしてその使い方を紹介します。まずは追い風。物事が順調に進む。有利な状況ですね。船とか自転車とかね、風に押されると楽になりますよね。そういうイメージです。例えば、バスケットボールの試合を見ているとします。A チームと B チームがあるとしたらね、今の A チームには追い風が吹いていますっていうね、実況が入ったりします。はい。今ね、A チームがすごくいい勢いです。追い風が吹いています。こういう感じですね。それから、今は円安の追い風を受けて輸出が伸びています。とかね、こういう感じで使います。追い風を受ける、追い風に乗る、追い風が吹いているとよく使われます。それから反対ですね、向かい風。これは不利な状況とか困難な状況です。風に逆らって歩くと進みにくいですよね。なので、人生とかね、いろいろな困難な状況を表します。例えばさっきの例文ね、バスケットボール A チームと B チームがいて、A チームには追い風が吹いています。でも反対に B チームには向かい風が吹いています。B チームはね、向かい風の中、反撃をしています。頑張っています。こんな感じ。それから、さっきはね、
円安の追い風を受けていましたが、反対ですね。例えば、円高の向かい風を受けて輸出が減少している。こんな風に使います。向かい風の中、何々をするとか、向かい風が吹く。こんな感じでよく使われます。それから、風を読む。これはね、状況の流れとか、時代の動き、未来の変化を予測するという意味です。空気を読む、風を読む。はい。空気を読むにね、なんかちょっと似てるんじゃないかなっていう感じなんですが、違うんですね。風を読むは、ビジネスとか、政治とか、スポーツとか、人生戦略とかね、そういう時によく使われます。空気を読む。この空気はその場の雰囲気とか人の気持ちですよね。はい。なのでちょっと違います。例えば風を読むの使い方だと、時代の風を読んで新しいビジネスに投資した。空気を読むだったら、会議中部長がちょっとピリピリしていたから空気を読んで発言を控えたとかね、こういう使い方です。ちょっと違います。風通しがいい。これは自由に意見が言える開かれた雰囲気という意味です。風通しがいい。風がよく通るですね。閉鎖的ではない組織とか人間関係に使われます。この会社は風通しが良くてすごく働きやすいです。こんな感じですね。風通しのいい職場、風通しのいい関係、風通しのいい環境、こんな風によく使われます。次は風の便り。はっきり聞いたわけじゃないけど、どこかから自然に耳に入ってきた、聞いた誰かの様子とか近況に使います。風の便りで誰々さんが元気だと聞いて安心しました。風の便りで海外に引っ越したって聞いたけど元気とかね、誰かの元気な様子を知った時によく使います。それから、ちょっと似ている表現で、風の噂。これは風のように流れてくる信憑性の低い情報、噂話です。ゴシップっていう感じですね。風の噂によると、あの人転職したらしいよ。こんな風に使います。で、風の便りと風の噂は、ちょっとニュアンスが違うんですね。まず、便りというのは、誰かからの手紙とかメールのことです。その人が元気かどうか、今どうしているのかを知ること、知らせることです。聞いたことありますか？頼りがないのは良い頼りっていう言葉聞いたことありますか？これはね、連絡がないのは元気な証拠っていう意味です。なので、風の頼りというのは、さっき言ったように、誰かの元気な様子を知った時によく使います。そして、ちょっとね、詩的であったかい気持ちになります。で、風の噂というのは、温かい気持ちというよりも、まあちょっと軽い感じですね。信憑性が低い情報、本当に噂という感じです。はい。それから、風が吹く。これはね、何かが起こる前兆、流れの変化です。時代の変化とか、社会の空気の変化を表します。新しいトレンドの風が吹いてきました。とか、なんか風が変わった。いい風吹いてきた。何かがね、起こる前兆、流れの変化。はい、こういうのを表します。それから、風上にも置けない。これはね、軽蔑すべき人。行動に対する非難です。風上のね、反対、風下。風のね、上の方の反対は風の下の方です。このね、風下にいると、この、なんて言うんですか？臭い匂いってこう流れてくるじゃないですか。風の、例えばね、扇風機の前で誰かがプーってしたら、扇風機の風に乗って、プーの匂いが流れてきますよね。そういう感じです。で、これは結構ね、強い非難ですよね。そんなことするなんて風上にも置けないね。不倫ありえないとか、まあそういうね、はい、ことです。それから、北風と太陽。力で押すよりも優しさの方が人を動かすよという例え話です。はい、これはね、有名ですね。はい。やっぱり北風と太陽でさ、無理やり勉強させても続かないよね。やる気を引き出す方が大事だよね。こんな風に使います。北風と太陽だよ。一生懸命やらせようとしても無理だよ。こういう感じですね。
それから、風に乗る。時代や流れにうまく合わせることです。風を使って移動する。順応性とか柔軟性を表します。今こそこのブームの風に乗ってみようとかね。わ、バズってる。この風に乗ってどんどんアップロードしようとかね、こうやって使います。それから、風立ちぬ。これはね、風が吹き始めるという意味なんですね。で、物事が動き出す兆し。詩的で文学的な表現ですね。変化の始まりを意味します。で、これはね、あんまり日常会話では使いません。最後2つです。涼風。これは夏に感じる心地いい風です。日本の季語に使われます。風によってね、季節を感じるというものです。夜になると涼風が気持ちいいね。涼風が吹く。涼風を感じる。なんて使います。メールとか手紙の季節の挨拶にも使えますよ。それから、風景。風と景色が合わさった言葉ですね。風には目に見えない雰囲気も含まれます。なのでね、わあ、この風景なんか懐かしい感じする。こういう風に使うことができます。最後、風の子。子供は風の子元気な子。聞いたことありますか？元気に外で遊ぶ子供です。寒さに負けない子。こんなに寒いのにさすが子供は風の子。元気だねーなんて使ったりします。ということで、風はね、日本語の中では単なる自然現象だけではなくて、感覚とか変化とかそういうのをね、表す言葉でもあります。風のようにね、はっきり見えないけれども、そこにあるものを感じるというのがね、日本語の持つ曖昧さにもつながっているのかなと思います。ということで、今日は風と日本語、日本語で使われる風の表現とその使い方を14個紹介しました。じゃあ、バイバイ。